どうもこんにちは。福山茂です。今回の YouTube のテーマは年次有給休暇です。今回の内容について、1、年次有給休暇とは、2、パート・アルバイトの年次有給休暇、3、年次有給休暇の計画付与、4、退職時の年次有給休暇。これらについて説明していきます。1、年次有給休暇とは、労働者を雇い入れた日から6ヶ月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上のものに対して付与されます。正社員なら10日間付与され、それ以後は勤務年数に応じて付与日数が増えます。日数は下の表でご参照ください。半日単位の年次有給休暇も労働者が希望し、事業主が同意した場合であれば認められます。時間単位の年次有給休暇も1年に5日以内で労使協定を締結していれば付与できます。年次有給休暇の時効は2年です。年次有給休暇は労働者が希望する日に取らせる必要があります。労働者の希望日が事業の正常な運営を妨げる場合は、時期変更権を使って変更を求めることが可能です。年次有給休暇はリフレッシュが趣旨の制度なので、原則は買取禁止です。退職時に買い取るなど例外はあります。2019年4月より5日以上の年次有給休暇所得義務ができました。年10日以上の年次有給休暇を所得している労働者に対してです。違反の場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が発生します。書類送検されると企業の信用低下につながります。2、パートアルバイトの年次有給休暇。所定労働日数に応じて年次有給休暇を与えなくてはなりません。表をじっくり見たい方は動画を一時停止してご覧ください。3、年次有給休暇の計画付与。年次有給休暇をすべて自由な日に所得させると業務に支障が出る場合があります。忙しくて年次有給休暇を所得できない人がいる場合もあります。そんな時は計画付与制度の導入はどうでしょうか。会社が決めた日に計画的に取ってもらえるようにします。付与日数のうち5日を除いた残りの日数を計画付与の対象です。導入には就業規則による定めと労使協定を締結する必要があります。計画付与制度の活用方法です。1、企業もしくは事業全体の休業による一斉付与方式。2、反グループ別の交代制付与方式。3、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式。職場に応じてどれがいいか検討するのはいいですね。4、退職時の年次有給休暇。労働者から退職日までに年次有給休暇を全部使用したいと申し出があった場合は取らせなくてはいけません。時期変更権は行使できません。引き継ぎのためにどうしても出勤してもらいたい場合について説明します。話し合って引き継ぎと有給消化を両立するために退職日を延ばしてもらう。所得できずに残った年次有給休暇をやむを得ず買い取る。これらの方法があります。今回は年次有給休暇について説明しました。5日間の所得義務が出てから企業にとっても労働者にとっても上手な所得が必要になりました。リフレッシュすることによって普段の仕事の生産性が高まればいいですね。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。